皆さんこんにちは、さきです。本日は私のお気に入りの一軍香水を紹介していこうと思います。世の女性みんな匂いフェチだと思うんですけど、匂いフェチというか匂い物がすごい好きだと思うんですけども、私本当に匂いが大好きでして、香水を一つで決めずにいろんな種類集めて、いろんな種類を日替わりでその日のお洋服と出かけるシーンだったりとか出かける人とかで決めてコロコロ変えるのが私が好きでして、そんな匂いフェチな私が選ぶ推し香水というものを本日は紹介していこうかなと思います。インスタとかね、来店イベントとかで店頭にあった時とかにすごい本当にいい匂いで何の香水使ってるんですかって言ってもらえることがすごく多くって、今日はちょっとね、あまりにも私香水がありすぎて全部を紹介できないので絞って紹介していこうと思います。まずはデート編から紹介していきたいと思います。デートと言いますか、気になってる人とご飯とか、好印象に見られたい、相手に好意を抱いてほしい、むしろ私が好意を抱いてるよみたいな時に使いたいおすすめの香水をまずは紹介していきたいと思います。リアルに私もですね、デートでしたりとか異性に会う時でしたりとかよく使っている香水になります。まずはこちらはね、香水というかコロンになるんですけども、ボディミストですね。こちらフィアンセっていうボディミストモーニングリネンっていうものになります。匂いで言うと、一言で言えば柔軟剤、洗濯物の匂いというか、洗濯したてのタオルのふっかふかな匂いみたいな感じの香りになります。なんでこの香水を一番に持ってきたかというと、ボディミストなので匂いはすぐ正直消え去るし弱めなんだけど、このほんのりと香る感じと清潔感のある香りって結局香水よりもなんだかんだ匂い界の中で圧倒的男受けがいいなっていう風にたどり着きました。韓国とか行った時もそうだし、最近のなんかインスタとかそういうの見ててもそうなんだけど、やっぱ結構こういうね、柔軟剤系の香りがねすごくバズってる気がする。ってことで私もいろいろ探して一番気取ってない匂いというか、その人の匂いなんだなみたいな感じに思う匂いでした。本当にね、柔軟剤って感じ。香水つけてるとは思わない。通りすがった瞬間にふわっ、うわ、あの人いい匂いみたいな、シャンプー系とはまた違うんだけど清潔感あふれる香りがこちらになります。これはね、本当にさっきも言った通りあんまり匂い持ちが良くないので、1時間に1回はつけ直して、ここぞという時にシュッうわーみたいな感じにするのがすごくおすすめです。続いて紹介するのはセルブのピローになります。自分のねブランドの香水だからちょっと紹介するか迷ったんだけど、なんかちょっとうさんくさいじゃん、自分のブランドばっか紹介するのって。ごめん、自分で本当に作ってるからマジでいい匂いなの。コーキーっていう名前とピローっていう名前の香水2種類出させていただきまして、もう一つはちょっと夜遊び向きと言いますか、結構イエーイって感じの匂いになりますので、今回のこちらは王道表香水っていう感じの匂いをテーマにして作らせていただいた匂いだったのでランクインさせていただきました。いい匂い。さっきのこっちはザ柔軟剤の匂いっていう感じで、こっちは日だまりとかリネン系の匂いというか、なんかちょっと安心するような女性らしい匂い。柔軟剤系の匂いとかシャンプー系の匂いに加えてちょっと色っぽさを加えたみたいな感じのイメージの香りになっております。これは割とデートとかだけじゃなくってデイリーにすごく使える匂いだし、香水って結構人の好み分かれると思うんだけど、ムスク系だったりとかさ、柑橘系だったりとかいろいろある中で、この香水は本当にどこのジャンルのつけてる人でもなんか嫌ってならない感じ。あとね、サイズ感が結構重要なんだよね。私このぐらいの 50mm かなサイズ感が大好きでして、バッグとかに入れるにもすごくちょうどいいし、私は持ち歩きたいタイプなのですごくちょうどいいかなっていう感じになっております。もう一つの香水がこちらです。これはルイ・ヴィトンの匂いになります。スペル・オン・ユーってやつですね。こちらの香水はいただき物になるんですけど、香水のいただき物ってすごい難しいじゃん。だって匂いわかんないから好み。これをプレゼントしてくれた方は普段から私が香水をつけてて、それでこの香水が多分好きそうだなと思ってイメージしてくれて、多分これをプレゼントしてくれたんだと思うんだけど、ドンピシャでマジいい匂いだったの。なんかね、唯一無二の匂いっていうのかな、
これはリネン系っていうよりかはシャンプー系の匂いにさらにちょっとまたこれも色っぽさを足したみたいな感じの香り。やばい、匂いのさ説明ってすごいむずいわけ。すっごいむずいんだけど、でもこれは本当にいい匂いだし絶対に嫌いな人いないんだけど、ナチュラルなんだけどでも香水って感じがする。特にねこの香水ねすっごい長持ちするので、まあこれ 100ml だから私はこれを持ち歩きはしないんだけど、朝香水シュッ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 ってやって夜の終わりまで全然香ってるっていう感じの長時間持つタイプになります。なんか動画で見たんだけど、みんなさ首元とか手首にこうやって塗ったりとかするみたいなお話昔からよく有名じゃん。だけどなんかあれってこのキャップとこうプシュプシュっていう機能がないのかなんだかで、それ昔の付け方だったからここにこうやってやったりとかこうやってやったりとかしてたらしいのなんだけど、今はまあ時代も流れ今のね最先端のパッケージとかそういうのに変わったので、この手の甲とかにつけるのがいいらしいです。でなんでかっていうと、こうやって手の甲にすると外にこうやって手を動かしたりとかこうやって喋ったりとかする時に相手に匂うらしい。手の内側だと自分にしか回ってこないんだけど、手の甲につけることで香りは相手に届けるみたいな感じで良いよって言ってたので、私は手の甲につけるようにしてます。手の甲っていうか私結構本当にすんごい香水の匂い香る女なのでピシッ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 って感じでつけちゃってるんですけれども、髪の毛とかにもつけております。なんだけどまああんまり香りすぎてもって時とか手の甲にさりげなくなったりとか、あと私足とかお腹のところ、私よくクロップドとかショート丈着ますので、動いた時とかに香るようにこのお腹ら辺とかに私は忍ばせたりとかしております。こちらのルイ・ヴィトンもおすすめでした。これ持ってる方あんま少ないんじゃないかな。私被ったことないかも。続きましてちょっとムスク系と言いますか甘めで魅惑的な感じの香り編になります。これは友達と会う時とかちょっと攻めの姿勢の時の香り。さっきのはデイリーに使う感じで乙女って感じの時につける香水。これから紹介する香水はどっちかというとヒールでカツカツプラダを着た悪魔みたいな感じの時につけたい香水になります。まず1つ目、これ最近マジで一番愛用率高いこちらのバレンティノの香水になります。てかネイル可愛くない？ちょっとね爪のスクエアの形がちょっとあらって感じであれなんだけど、それ以外は全部気に入ってる。ハートネイルチュルンチュルンって感じにしました。ネイルの紹介は以上です。こちら 30ml ですね。もう 30ml なんて私はもう本当に1ヶ月ぐらいで速攻でなくなってしまうんですけれども、これはね甘いのとちょっとメンズライクな匂いが合致してる感じの香りになります。私甘いだけが苦手で、甘さとちょっとかっこいいスパイシー系っていうのかな、そっち系の匂いが合致してる匂いが好きなのね。だからもう完全に今回おすすめしてるのはもう私の好みでしかないんだけど、これはよく褒められる。異性と会う時にあんまりこれつけないんだけど、同性からすごく褒められる香水ナンバーワンって感じです。でどこのつけてるのとかどこのつけてるんですかとか、会社とかにもよくつけてくるんだけど、これは部下の子とかにもすごくいい匂いですねって言われることが多い香りになっております。竹も好きなんだよね。これ持ってるだけで気分上がる。香水って結構私的に竹が大事で、とりあえずピンクのものは大体買う。匂いが好きじゃなくても可愛いからなんだけど、なんかこれはイエローっぽいのとこのバレンティノのスタッツっぽいデザインがすごい可愛くて、持っててもテンション上がるなと思って可愛いと思って手に取って匂い嗅いでみたらすごいいい匂いと思って買った香りになります。続きましてこちらのバーバリーです。バーバリーはねすごいいい匂いが多いの。デザイナーのモモカがどこのですか？あんまり会社につけてこないのでデートの時とかここぞという時だけ真似していいですかって言われるくらいすごいいい香りだったみたいで、これもすごい褒められ香水になります。こっちの方がさっきのバレンティノのやつよりかは甘めの香り。これはね超甘ったるいんだけど女っぽいすっきりした感じとローズっぽさも若干ありつつみたいな感じで、これもね若干薄ピンクになってて色味が可愛いなと思って買ったんだけど、この2つは結構使用頻度が高いかな。今週は割とこっちが多かった。甘いんだけどふんわり香ってくれるから、これもまたちょっとあんまりきつすぎないというかちょうどいい香り方、使ってていいなって思ったポイントです。これも長時間結構持つので、甘ったるい系ってなんか匂いが落ちてきた時にすごいさらにいい香りになるというか、これ落ちてきた時に甘ったるいだけじゃなくって魅惑的な香りになる。ごめんボキャブラリーがなくて言語のなんだけど本当にそういう感じなのっていうのでおすすめです。今日もこれを私は使ってました。なんか結構さ私飽き性すぎてずっと同じの使うことないんだけど、もう1回気に入ったら1週間ずっと使ってたりとか、短期間で気に入ったらパーって使ってまた新しいの使ってみたいなその繰り返しなんだけど、今はちょっとこれブーム、その前はこれブームって感じ。女っぽいちょっとねこういうアメスリ系みたいな感じだったのでこちらを使ってるっていう感じになります。
続きましてはおしゃれインテリ系の気分の時の香りになります。次紹介するのはどちらも韓国発祥のものかな。どっちかっていうとちょっとウッドっぽい感じの香りの紹介になります。まず1つ目がこちらです。これは多分パッケージ見て知ってる方も結構韓国好きの方は多いと思うんだけど、これ韓国で私も買ってきた香りになります。アディクトオードパルファムボイドウッド 12345678910 みたいな感じの書いてあるやつ。私がなんでこれを買ったかというと、ここに314って書いてあって、私ホワイトデーが誕生日で3月14日が誕生日になりまして、3月14日じゃん、超可愛い、嬉しい、買いたいと思って匂い嗅いでみたらめっちゃいい匂いじゃんと思って買った匂いになります。なんかね、これ2層になってんの面白いでしょ。こうやって振って、振るのがベストなのか知らんけど、とりあえず私は振っちゃう。なんかちょっとラメラメしてるんだよね、これ。それもさらに可愛いと思って。で、結構ウッドっぽい。メンズの方がつけててもいい匂い。すごいメンズっぽいウッド系の匂いになります。私は結構カジュアルな格好っていうか、なんかジャケットスタイルの時とか、店長会の時とか、ちょっとクールに決めたい時とか、そういう時にこれをつけたりとかしてます。結構スタイリッシュな香りなので、ちょっといつもと気分変えたい時とか、シャキッとしたい時とかにつけるとすごくおすすめかな。最近結構こういうさ、ウッド系が割と香水の中でも多分トレンドなので、モテ香水はさ、もうずっと人気じゃん。その時によって多分トレンド変わってくると思うんだけど、香りの今はタンバリンズとかさ、そういうウッド系の匂いとかヒンスとかの匂いとか、そういうウッド系がなんか人気なイメージ、そういうちょっとトレンドっぽい香りがいいなっていう方はこちらがおすすめです。でもう一つはこちら、これ懐かしいって感じじゃない？ GD オードトワレって言って、これムーンショットっていう、知ってる方いるかな。なんかね、私が本当に昔よくクッションファンデとか下地とか使ってたブランドさんなんだけど、リップとかコスメブランドから出てる香水で、これビッグバンの G ドラゴンさんが作った香水、コラボの香水なのかな。でこれ相当前に多分発売したやつで、それがすごいお気に入りすぎて、最初ちっちゃいやつをアトマイザーみたいなちっちゃいやつサンプルでもらって、超いい香りすぎて速攻ネットで頼んで大きいの買ったっていう感じになります。これはね、なんかね、ウッドっぽいっちゃウッドっぽいんだけど、なんかすごい独特な香りすぎて、ちょっとこの匂いをお伝えするのが非常に難しい。癖のある匂いが好きな人は試してみてほしいって感じ。でもこれはデートとかの時とかはあんま本当に使えなくって、本当に使う頻度は少ない。個性的なファッションの時とか結構つけたりとかするかなっていう感じです。あとはなんか甘ったるい香水もつけたくないし、柔軟剤っぽいなんかモテ香水みたいなのも使いたくないし、もう匂いに疲れたみたいな日があるのね。伝わるかわかんないんだけど、伝われ？そう、私にはあるの、そういう日が。香水つけない日ないからさ、私もう香水わかんないみたいななった時に、じゃあもうとりあえずこれじゃないみたいな感じで、何者でもない匂いって感じ。わかるかな？唯一無二、何者でもない、どのカテゴリーにもハマりませんみたいな感じの香りになっております。逆にどんな匂いかわからなすぎて多分みんな買いたくなったでしょっていう感じの香りになっております。フォーベン&ブーマンって書いてあるから、多分両方ウィメンズだと思います。おすすめの香水は以上なんですけど、私がもう過去最大一番来店イベントで聞かれることが多かったランキングナンバー1の香水を最後に紹介したいと思います。過去のゲットレディーウィズミーでも出てると思うんですけど、マイバーバリーですねの匂い、こちら私5、6個目です。これは僕持ち運び用にちっちゃいの買ってるんだけど、30ミリのなんだけど、普段は大きいのをお家に置いてっていう感じですごくよく褒められるし、つけてる匂い。これは超ザ女って感じ。フルーティーな感じとフローラルな感じがミックスされてる香りで、後残りもすごくよくって、最終的にすごく甘く落ちるっていう感じなので、ムスク系が好きな方とかは最後の匂いとかもすごく好きだと思います。結構ね、シュシュってつけただけで夜までずっとここが甘い匂いになってくれるので、長く香りを持たせたい方とか、とにかくいい匂いさせたい、女っぽい匂いさせたい方はすごくおすすめかなっていう香水の香りになります。最近はもうこれ使ってないんだけど、来店イベントの時にこれつけてて、マジで3人に1人はこの香水どこのですかみたいな、お姉さんの香水どこのですかみたいな、さきさんの香水どこのですかって聞かれるぐらい万人受けの香りなんだと思います。一時期なんかさ、私買おうと思ったらこれ一瞬なんか販売してたんだよね、おすすめしすぎて。なのでちょっと今日皆さんこのおすすめした香り爆買いはしないようにしてください。私も買えなくなっちゃうので。
っていう感じのラインナップになっております。8個を今紹介させていただいているんですけれども、こちらは全て私の一軍になっております。その他にもね、ちっちゃいやつだったりとか、もう全然使ってないやつとか、もうとにかく私香水は新しいの出たら買いたいタイプなのでたくさんあるので、ちょっとその一部始終香水置き場も紹介最後にしていきたいと思います。私の香水コーナーになります。こういう感じで玄関に置いといて、お家出る瞬間に選べるようにしてます。置き方は超乱雑、置くスペースがなさすぎて適当にここに置いてるだけなんだけど、クロエとかイヴ・サンローラン、セルムの香り2種類と、ここはちょっと青系の香りですね。どこのだろう、忘れたわ。バーバリーの大きいのとか、ディオールの定番のとか、ブルガリ、サボンのいただき物かな、ディオール、さっき紹介したやつとか、あとはこのヒンスとかも最近買ったやつでウッド系の香りですごくおすすめです。ちっちゃいやつとか持ち運びに便利だから、同じ匂いの香水のちっちゃいバージョンとかも買ったりとかしてます。これ韓国購入品でも紹介したんだけど、これも柔軟剤系の匂いです。フレッシュランドリーだって、もうまさにそんな感じ。これ多分いつのだよって感じ。懐かしのビクトリア・シークレット。あとは一番奥のはね、お客様からカルティエの香水いただいて、これは記念に取っておいてあります。カルティエの香水とかも珍しくって、これも置いてます。こちらは香水ではないんですけれども、玄関用にこちらを置いております。私の香水コーナーはざっとこんな感じになっております。この中から毎朝好きなものを選んでっていう感じで、こちらもちょっと一部でして、今オフィスにね、多分10個ぐらい香水があるのかな。ちょっとそれはまた今度いずれ紹介していきたいと思います。はい、ということで皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。もうちょっと一人だからさ、ベラ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 いっぱい喋ったんですけれども、とにかく私のお気に入りの香水はこれだよっていうことになります。これ嘘偽りなく本当に私のガチでいつも愛用してて、特にみんなから褒められるシーン別香水っていう感じなので、とにかく今匂いに迷ってる方はぜひこれを使ってみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。